ウルトラワイドモニター。カッチった。でか。というわけでどうも皆さんこんにちは、ウルトラワイドモニターです。お前は違うだろ。今回はこちらのウルトラワイドモニターを買ってきたんだけど、意外にウルトラワイドって初めてだよね。確かにウプ主のデスクでは見たことないな。今回買ったのはこちらのシャオミの34インチウルトラワイド湾曲モニターというものだね。へえ、シャオミのモニターか。湾曲モニターは画面がぐにゃって曲がってるやつのことだよね。まあそんなところでまずは開封して中身を紹介していきます。モニターなのでスタンドのパーツがいくつか分かれて入ってるみたいだね。まあどうせ後でモニターアームで取り付けると思うけど、せっかくだしスタンドも取り付けてみてみたいとこだな。というわけでこちらが本体なんだけど、思ったよりしっかり曲がってるね。上から見るとこんな感じで、曲がり具合とサイズ感はかなりいい感じだよな。そしたら一旦スタンドを取り付けて組み立ててみようかな。付属の説明書は日本語にも対応してるからこれを見ながら組み立てれば問題なさそうだね。まあ組み立てといってもスタンドをネジ止めで固定するだけみたいです。本体の方はこれで組み立ては完了だね。他に入ってるものはこんな感じで、こちらの電源ケーブルとディスプレイポートケーブルが1本付属してます。電源ケーブルはコンセントの部分がでかいけど、ケーブル自体は細いから配線しやすそう。ってなわけでこれで組み立て終わったよ。かなりデスクにも合いそうでいい感じじゃん。それで気になるスペックを紹介すると、サイズが34インチで、解像度が 3440×1440 となっています。ウルトラワイドモニターでよく見る、UWQHD って呼ばれる解像度だね。そして画面が曲がってる湾曲モニターなんですが、曲がり具合を表す数値は 1500R となっています。これは数値が小さいほど曲がり具合が大きいようになってるね。大体は 1000R、1500R、1800R とかが多いと思うんだけど、比べると結構違うと思うから買う時の目安に見てみるといいかもね。画面は非光沢のモニターだけど、少しだけつるっとした感じで若干映り込みもあるといった感じかな。さらにフリーシンクと HDR にも対応してます。ただどこにも HDR の情報が書いてないのがすごい気になるんだけどね。リフレッシュレートは最大 180Hz で、1マイクロセカンドの応答速度となっています。今まで使ってたものと違うところはモニターのパネルの種類で、今回のモニターは VA パネルというものです。今まで使ってた IPS パネルで同じスペックだと値段が全然違ったりするからね。このモニターは36,000円から4万円ほどで売られてるんだけど、同スペックのものと比べると結構安いんだよね。モニターの外観は、裏側にジョイスティックの電源ボタンがついててこれで本体の設定をするみたいだね。中央部分の蓋を取ると、電源ケーブルや映像入力のケーブルを挿すところになってます。接続端子は電源と HDMI が2つ、ディスプレイポートが2つ、そしてオーディオ入力がついてますね。USB-C の入力や、USB ハブとして使えるような機能はついてないみたいだな。蓋についてるケーブルの出口と、スタンドの穴にケーブルを通すことでケーブルはまとめられるようになってるみたいだね。このスタンドもカクカクしててかっこいい感じだよな。ただ正面から見るとケーブルは見えちゃうからもうちょっと上にあったらよかった気がするけどね。あとは裏面の真ん中には LED がついてて、光らせることもできるよ。LED をオフにしたり単色固定にしたりもできるみたいだな。スタンド自体は角度の調整やモニターの高さも変更できるから、そこら辺も特に問題なさそうだね。最初に起動した時だけ画面がこんな感じで単色の切り替えになってたんだけど、まあ電源入れ直したらとりあえず正常に画面が表示されるようになりました。まあ調べてみると工場でのテストモード的なやつでこういう付き方することがあるみたいだな。さて、というわけで次はデスクに設置していこうと思うよ。現在のデスクはこんな感じで、メインモニターと小さめのモバイルモニターを置いてるんだけど、どうやらまだ満足いく環境じゃないみたいだね。なかなかベストな配置って見つからないもんだよな。前回色々と変えて正面にメインモニターがあるのはいいとして、このモバイルモニターの位置が首の負担にもなるし、デスクも狭くなってあんまり良くなかったんだよね。モバイルモニターは便利なんだけど置く場所も重要になってきそうだよね。まあやっぱりデスク周りの見た目も気にしたいところではあるから、一旦このモバイルモニターを封印して、ウルトラワイドモニターを試していこうという魂胆になってます。そしたらここの出っ張りを引いてスタンドを外し、モニターアームに取り付けていくよ。今まで使ってたモニターはどうしようかね。これもいいやつだからどっかで使えればいいんだけどね。このモニターとモニターアームはベサマウント対応なので、スペーサーを取り付けたらそのままネジ止めで取り付けられます。ただ実はこのモニターアーム、サイズと耐荷重が微妙に今回のモニターに対応してなかったりするんですよね。それ大丈夫なの？まあ一回つけてみた感じ、なんとか耐えてたんでそのまま頑張ってもらいます。そしたらあとはいい感じにモニターの高さと位置を合わせればセットアップ完了です。
おお、やっぱりデスクに置いたサイズ感はかなり良さそうだな。画面のサイズも今まで使ってたモニターをつなげたぐらいのサイズでちょうどいいんだよね。正面から見るとデスク全体のバランスもかなり良くなった気がします。何より左下に置いてたモバイルモニターがなくなってデスクが広くなったよな。まあ見た目の部分はかなり満足なわけなんですが、あとは実際ウルトラワイドモニターってどう変わるんだろうってところについて紹介しようと思うよ。モニターが変わるとだいぶ使い勝手も変わってくると思うしな。一番違うのはこの画面サイズなんですが、ウプ主の場合動画編集の際にちょっと影響があったりするんだよね。このように画面を録画して動画で使うことって結構あると思うんだけど、実際に録画されてるサイズはこんな感じです。まあ画面の比率が違うから上下に余白ができるよな。これはこれでいい時もあるんだけど、解像度も高いから動画の素材として使う場合ファイルの容量も大きくなってしまうよね。特にウプ主が使ってる動画編集ソフトでは容量が重いとまともにプレビューできなかったり、エンコード時にエラーが何度も出てしまったりするんです。それは確かに重大だな。解決策として録画ソフトを変えれば録画範囲を絞ることもできるんだけど、フルスクリーンでキャプチャしたい時や画面共有したい時など、比率が違うことで困ることはちょくちょくあるかもしれないね。でもこの比率でいいことも結構あるよな。ゲームやソフトが対応していれば、通常より広いサイズで見ることができます。対応してないゲームもあるけど、多くのゲームでも対応してるし表示できる部分が広くなるのはいいとこだよね。有利になるかどうかは人それぞれ考え方があると思うけどな。ちなみにゲームによっては公平性を保つために、横の幅はそのままで縦の幅を変えるものもあるようです。誰？あとは映画などの比率も21対9のものが多いので、フルスクリーンで見ると画面いっぱいで見れるメリットもあるかもね。逆に16対9の動画とかだと左右に余白ついちゃうこともあるんだけどね。さらにデュアルディスプレイの時と比べるとかなりスッキリして見えるんだけど、別々のモニターとして使いたい時もあるよね。例えば片方をフルスクリーンモードで使いながら、もう一枚に何か表示させて使う時とかかな。このモニターでは2つの入力を同時に表示する機能もあるんだけど、このサイズのモニターだといまいち有効に使えなかったんだよね。使い方次第ではあるんだけど、フルスクリーンモードを使用しながら別画面を見たいって時はデュアルディスプレイの方が使い勝手はいいと思います。一方単純にウィンドウを並べて作業するときは、1枚のモニターでも便利に使うことができます。大抵複数のウィンドウを並べて作業するからね。その時に使うのがパワートイズってソフトのファンシーゾーンって機能なんだけど、ウルトラワイドモニターでなくてもウプ主には必須のソフトなんだよね。確かおすすめのソフトで以前紹介してたっけ？パワートイズ自体に色々機能があるんだけど、ファンシーゾーンは設定したレイアウトにウィンドウを配置しやすくするものだね。今のところこのような配置にしてるんだけど、中央にメインのウィンドウを置いて横でブラウザやファイルを見ることでかなり効率が良くなります。画面が広いウルトラワイドと組み合わせるのはかなり便利になるだろうね。そしたら最後はモニターの色味と視野角の問題についてですが、モニターによって色味って全然違いますよね。新しいモニターって今までと全然違ったりするよな。今までと比べるとちょっと青っぽかったので適当に調整しましたが、ちゃんと合わせたかったらしっかりキャリブレーションする必要がありますね。それからモニターによって視野角による見え方の変化もあるよね。角度をつけてみると白っぽくなるわけだけど、通常時よりゲームなどの暗い部分の場面で少し気になることが多いです。編集とか作業してる時は全然気にならなかったんだけど、映像によって少し首を傾けるだけで明るさが変わったりするんだよね。これはパネルの種類の違いでこういうものかもしれないけど、モニターを買い替える場合はそこら辺気にしてみるといいと思います。湾曲については何も抵抗なく使えてて、比べたわけじゃないのであんまり恩恵を感じることはないけど、視野角の問題的に多少良くなっているとは思います。なんか人によっては酔いやすいみたいなことを聞いたことあるけどね。少なくとも今回使ってみた様子だと、ウルトラワイドモニターをどれにするか迷ってる人にはいいと思うよ。というわけで今回の簡単なまとめとして、ウルトラワイドモニター自体は、すでにマルチディスプレイからモニターの数を減らしてスッキリさせたいという場合に便利で、シングルモニターでも作業スペースが広くなるというメリットがあります。ただフルスクリーンで画面が占領されるとどうしようもないので、物理的に2つモニターが必要な使い方の人には向いてないかもね。その他にウルトラワイドに対応してないものはスペースが余ってもったいなかったり、不便に感じることもあるかもしれません。専用のソフトや拡張機能などを入れることでそこら辺解決できたり、より便利に使う方法もあるかもしれないから探してみるといいかもね。そして今回のこのモニターについては、コスパ重視でウルトラワイドに興味を持った人にはいいものかなと思います。同じスペックでの価格、メーカーの知名度も考えるとかなりコスパがいいからね。でもやっぱり今までと違って輝度が変わって見えるのが唯一気になるとこかな。ものによるんだけど少し首を傾けるだけでも見え方結構変わるし、気にすれば余計に違って見える気もするんだよね。ウプ主もこれからまだまだ使っていきますが、そこが気にならなそうであれば検討してみるといいかと思います。
というわけで今回はシャオミの湾曲ウルトラワイドモニターを設置してみました。これに合わせてデスク周りも色々いじれそうだな。ぜひ興味がある人は詳しく調べてみてね。そんなわけで以上、今回も最後までご視聴ありがとうございました。